古漢末期、冷帝の治世、黄巾の乱が平定された後も、平帝は宮殿の築造のために統税を行い、中将寺などを中心とした政治の腐敗はとどまることなく、各地で反乱が続発した。北西の領州では関水、馬頭、北の幽州では長寿、長都、さらに平州では郷土、紀州では長遠な国山族、碧州では馬将。朝廷にはもはやこれらの反乱を鎮圧する余力は乏しかった。このままでは漢の滅亡は遠くない。多くの人がそのように思う中、皇族の龍炎は自ら職で天子になることを目指して紀州牧として職に赴任。また紀州志士の王憤はクーデターを起こして冷帝を廃位しようとするが、その企みは失敗に終わった。各地で続発する反乱とは別に、宮中でも一つの大きな問題が顕在化しつつあった。33歳となった冷帝の後継者問題である。平帝には王子弁、王子強の2人の息子がいた。これまでの経緯は以下の通りである。平帝にはもともと宋皇后がいたが、宦官によって廃され、宋一族は処刑された。その代わりに立ったのが、南陽郡の肉屋の娘、華氏。彼女は皇宮に入ると、十条寺の各将らの当主も功を奏し、冷帝の寵愛を勝ち得、平帝の第一子となる王子弁を生む。そして宋皇后が排除されると、華氏が宦官の指示の下で皇后となった。この時妙なことがあった。新たに皇后に立ったことから、劉邦、劉州二祖の廟に拝謁しようとすると、いつも返事が発生した。これが何度も続いたので、ついに祭事が挙行できなかった。人々はこれを怪しんだ。華皇后は性格がきつく嫉妬深い女性であり、高級の妃嬪で彼女を恐れないものはなかった。その頃高級の妃嬪の一人に大美人がいた。豊満で美しく、聡明で気が利き、書と会計が得意な彼女は、平帝の寵愛を受け、冷帝の子を身ごもった。大美人は、華皇后に害を受けることを恐れて大薬を飲んだが、胎児は安定して動かなかった。また、大美人は何度も日輪を背負って歩く夢を見た。月満ちて大美人は王子強を生んだ。後の検定である。華皇后は大美人に珍毒を盛り、大美人は亡くなった。平帝は激怒し、華皇后を廃しようとしたが、中将寺らが自らの財産を差し出して固く命乞いをしたため、思いとどまった。平帝の母親、東太后は王子強を華皇后の手の届く皇宮に置くことはできないと考え、平楽宮で自ら王子強を養うことにした。宝子弁は死という姓の同人の家で養われたため、始皇。宝子強は東太后に養われたため、東皇という。それから7年の歳月が流れた。母上ご機嫌うるわしゅうございます。この子はますますわしに似て利発に育っておりますな。そうよ。かかんにいた頃のお前に生き写しだね。とても聡明ないい子だ。この子はわしに似ているから京と名付けたが、名前通り立派に育ってくれている。それに比べてあの弁と来たらもういい年だというのに頼りなくて。天使の位をふさわしくないものに継がせてはなりません。今、官室は厳しい状態に置かれています。ふさわしくないものが天下を継げば、有志の天下は危うくなるのですよ。あの皇后が国母になったら、きっと国に災いをもたらすだろう。この京を皇太子にするのが最善の方法ですよ。それは分かっているのですが。平帝は決して好き嫌いの感情だけで考えていたわけではない。もともと頭脳は明晰であった冷帝は、彼なりに天下を憂え、二人の王子の資質を冷静に比較していた。始皇劉弁は10代半ばになるが弱々しくて落ち着きがなく、天下を支える君主としては見れば見るほど物足りなかったのである。一方で東皇劉強は成長するにつれて聡明さ、落ち着き、威厳が備わってきており、心強さを感じさせた。こうしても始皇劉弁を皇太子に立てたくない冷帝は、即位して20年が経過しても未だに皇太子を立てようとしなかった。臣下たちはこの状況に疑念を抱き、大将軍の家臣や十条寺など、始皇の支持者たちは焦りを感じていた。こういう時の家臣の相談相手は、かつて自分の幕府の縁属であった袁紹であった。本書殿、この状況を何とか打開できないか。ご心配には及びません。現在、天下の平権は大将軍の手に集まっており、加えて武陽君が社稷将軍を務めておられます。宮中でも十条寺は皆志向の指示で固まっております。都の軍事力と皇宮を完全に固めておりますので、陛下や永楽太后とて下手に動くことはできないでしょう。確かにそうだな。その上志向は陛下と皇后陛下との間の嫡出子で、道理から言って志向が皇太子となられるのが至極当然です。私的な愛憎によってこれを曲げることで国が乱れた例は過去に数えきれないほどあります。百官は皆これを知っておりますから志向への指示は動きません。調整から言っても道理から言っても我々が圧倒的に優位というわけか。その通りです。天下に跡継ぎの君が立っていない状態は異常です。
三公からも陛下にこのことを上奏させましょう。お、それはいいな。こうして大医馬実帝をはじめとする重臣から次々に皇太子を早く定めるように求める上奏が霊帝のもとに奉られたのである。健丈寺、健丈寺。参りました。困ったぞ。三公が次々に社職のために皇太子を早く定めよと上奏してきよった。きっと大将軍あたりが動いておるのでしょうな。わしの思いは以前から申している通りだ。なんとか良い方法はないだろうか。始皇には内に皇后、十条寺がついて宮中を抑え、外に大将軍、社騎将軍がついて天下の平権を握っております。始皇は皇后陛下の嫡出子であらせられ、百官も天下万民も始皇が皇太子となられるのが道理と考えております。この状況を動かすには、よほどの大事をなす必要があります。それは高官皇帝が領旗を倒すよりも難しいことです。分かっておる。今一度陛下にお伺いします。これをどうしても実行しようとすると、陛下ご自身のお命にも危険が及ぶことになります。それでも陛下は、このことをどうしても成し遂げたいとお考えでしょうか。臣は天下のため、この件に我が命を懸けて臨もう。わかりました。それでは臣は心を込めて、我が策を申し上げさせていただきます。聞かせてくれ。はい。さあ早く申せ。このことを成し遂げるためには、最終的には皇后を廃することになります。これは天下にとってこの上なく不吉なことであり、私めが口にするのも恐れ多いことでございます。分かっておる。皇后と大将軍を廃することが前提になるのだな。おっしゃる通りです。ただし、現状、都の平権は完全に大将軍、社騎将軍の兄弟に握られております。この状況ではむやみに動きようがありません。まずこの状況を変える必要があります。どうするのか。新しい職位を作るのです。新しい職位。どんな職位だ。都の平権を握る最高の軍職です。ただいま天下では平乱が続いております。都の近くでも5年前には黄巾が栄戦を行い、2年前には徳が慶陽で暴れました。万一に備え、陛下の身辺をお守りする軍隊を増強する必要があります。洛陽が危ないのか。いえいえ、心配はご無用です。こういう口実を設けて、新しく都の平権を司る職位を作ろうというのです。具体的には、陛下が毎日を過ごしておられる声援を護衛する新しい軍隊を作ります。そこに天下の精兵を集め、天下の豪傑を総帥とします。奉公を支持する者にその軍隊を統率させます。こうすれば、都の平権を大将軍兄弟から引き離すことがある程度可能になるでしょう。なるほど。しかる後、何かの口実を設けて、都の平権をさらに大将軍兄弟から奪うのです。例えば、地方の側軍の討伐に向かわせるなど、関水でも長居でもよろしいでしょう。その上で大将軍兄弟の何らかの罪を暴けば、大将軍は都の兵を動かすこともできず、地方で反乱を起こしたところで支持する者はなく、これを滅ぼすのは容易です。ここまで来れば、皇后もその地位を保つことはできないでしょうし、十条寺と手手を出すことはできません。素晴らしい策だ。九死その方向で進めよう。その新しい軍隊の統率者は健丈寺そなたしかおらぬ。頼んだぞ。承りました。こうして霊帝と剣石の大いなる計画は動き出したのである。声援に新しい軍隊を整備する計画は大将軍にも伝えられた。わざわざ新しい軍職を設けるとは、しかもその統率が剣石とは。これは将軍から平権を取り上げようとする試みです。許してはなりません。ではお諌めしようか。下手に反対するのも危険ですが、戦乱が各地で発生している中、万一の変時に備えて陛下がおられる声援の警護を強化するという考えは至極もっともですから、一つ諌め方を間違えれば逆に将軍が疑われ、つけ込む隙を与えることになりかねません。そうか。ならばどうする。そうですが、それならばこうしましょう。せめて声援の新しい軍の副将を我らと近しいもので固めるのです。そうすれば、剣石も変時を起こすことは難しくなるでしょう。そうだな。剣石に都の平権を握られてしまうと大変なことになる。なんとか歯止めをかけねばならない。今書殿、貴殿にその副将を務めてもらえないだろうか。かしこまりました。他にも武勇や地望に秀でた者を集めましょう。そうですが、美容で関水らの賊軍を破るのに功績のあった方向、平戦で黄金を破り、地望に優れ傭兵にも明るい曹操あたりを加えましょう。おお、いいではないか。そしてさらに、家臣と剣石、両者の思惑は水面下で激しく激突しつつ、その後も人事面の調整が行われた。そして中平5年8月、都洛陽に新しい軍隊組織、聖円八校尉が設立された。
その名の通り8人の皇位が指揮官を務める。首領となる上軍皇位に宦官の権石、副昇格の中軍皇位に炎章、下軍皇位に奉公、偏軍皇位に曹操、諸軍左皇位に長優、諸軍右皇位に風法、左皇位に家宝、副皇位に順受け。さらに霊帝は権石が双剣で武力を有することを理由に彼を元帥とし、権石に司令皇位以下を監督させ、大将軍といえども彼の統領に従うこととした。こうして霊帝と権石はまずは一定の成果を得ることとなった。次男の東光劉京を皇太子に立てたい霊帝、東太后、権石、それを阻止したい加皇后、家臣、加皇后を寄りながら同郷を伺っている十条寺。このせめぎ合いが今後大きな波乱へとつながっていくのである。赤丸です。正円八皇位の成り立ちの経緯については史書にはっきりと記されてはいないものの、私は当時の状況から鑑みて、背後には家臣と権石の平権争いがあり、その根底にあるのは皇太子問題だと考え、この動画を作成しました。この後のストーリーもこの仮説に沿って進めていきたいと思います。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。